皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケターのグッチとシャです。お願いしまお願いす。します。今日はですね、はい。カットマンにはい。超効くハードル上げますね。超効く超効く戦術っていうのをやっていこうと思います。2人でカット、2人も結構カット打ちがはい得意なコンビなんですけども、私たちでその2人が普段やってるもうカットマンにはこれだっていうのをバーッとはい。交互に上げていきます。はいわかりましたじゃあスピーディーにいってきます。はい。私言っていいですか。わかりました。一つ目はフォア前にはい。アップ系のサーブを、はい短いアップ系のサーブを出す。うん。これめっちゃ効きます。まあ鉄ですね。鉄ですね。はい。フォア前にアップ系、はいもしくは出せなかったらナックル系でも、うん。いいです。フォア前にこういうやつ。フォア前に短く出す。これめっちゃ次はめちゃくちゃ打ちやすいです。はい。できない方はバックサーブでやるとイメージしやすいです。バックサーブの方がフォア前に短くやりやすいので、切らない、ナックルで送る。で次。はい。まあ自分はい使ってるやつをどんどんいこうかなと思いますけど、はまあミドルにい。はい。ロングサーブを出してもう一回そっからですね。ああ、なるほどなるほど。は緑ロングサーブで一回体勢を崩崩させしてそっから好きなようにやればいいかなと思います。なるほどなるほはいど。ああ、えぐっこれカットマンがシャープの脅威やわマジ。やばい。やっぱやりづらいねこれ。これでちょっと研究が甘くなる。ちょっと得意な回転こっちでもいいですし、研究が甘い。やこりづらい。っちでもいいんですけど、はいどっちの回転使ってもいいんですけれども、本当に粒だったら回転残っちゃうんで、好きな方で。自分は結構ね、やっぱサーブがこういう風なサーブを出すっていうのが結構多いと思われてるんで、割とこのちょっとなるほど。曲げを利用してる、回転の。カットマンやっぱりこう逃げていくやつが結構慣れてると思うんで、そこでちょっとこういやきつっ。やばい、ついに喪失した。でミドルなのか、難しかったらミドルをこうついた後にどっちでもサイド狙えばいいと思うんで、そこは自由にやってもらえばいいかなと思います。厳しい。っていう感じですね。一回やっぱ体勢を崩してちょっとチャンスが来ないと僕はあんま打てないんで、チャンスを作るために一発ミドルにサーブをドンって出すっていう感じです。ありがとうございます。はい、じゃあ今度私がよくやってるのはですね、もうドライブマンがやっぱり一番いい形で、フォアドライブを理想的な形で打つにはカットマンのバック深くに上回転のロングサーブもう一回鉄、もう一個鉄パターン。もうあっちのバック深くに思いっきりバッと伸ばす。つぶたかはやっぱ最初そこを強く打つこととか、そうですね。強い回転をバツッてやるのなかなかやっぱ本当の上級者じゃないと難しいと思うので、大体の人は回転量が落ちてカットで返ってくるので、ちょっとの適度な下回転なんで、コアドライブマンからすると内頃一番打ちやすい。切れてない球が逆に難しいじゃないですか。切れてないカットを上げるのって上げすぎちゃったりとか皆さんあると思うんですけど、それをやっぱちょっと上回転をかけることで手頃な下回転だから全力。そうですね。はい。じゃあちょっとそれやっていきます。シンプルなんですけど、すごくフォアハンドが打ちやすい形です。はい。よくやってます。フォア前とバックロング、さっきのと合わせそうなんですよね。はい。さっき言ったフォア前とバック深くこれを合わせると、でこっちこういう形です。よー。でも形がこれ一番いいです。理想な。といったさです。こっちもあると。カットマン一番多分バック深くとフォア前っていう揺さぶりが一番いい。じゃあありがとうございます。もうシンプルにこれがいいです。いやあと次。そうですね。自分結構回転の見極めとか下手くそなんで、つっつきで粘っといて打てる球だけ打つ戦術は結構わかる。めっちゃわかる。ビビってる時とか怖い、そうですね。カットだと変化がついてきたりしてなんかよく分かんなくなっちゃうので、もうつっつきで粘り合ってちょっと打てそうな球が来た時に一気にいくっていうのはよくやりますね。なるほど。やってみますか。じゃあ。はい、お願いします。じゃあ判断見せちゃうみたいな。ここら辺をさっきの緑使うと。
で今浮いちゃったやつですね。そうですね。これでちょっと浮いちゃったりしたらもう浮いちゃったりとか少し浅い球。なるほどですね、はい、打てない、打てない。どうしてもカット打ちミス出ちゃう、っていう時は真ん中、はい、台の中心に立って真ん中につっつき作戦、台の真ん中に立って真ん中つっつき作戦すると、カットマンの変化が見えやすくなります、ちょっとやっていきましょう。はい、遠いところ、フォアにちょっと場所がですよ。こういうのやっぱ遠いところはやっぱ変化がちょっと見えないのでミスで、カットマンにつっつきたいと劣勢にやっぱなりやすいんですけど、そういう人は真ん中からミドルバックがやってください。はい、真ん中、台の真ん中で真ん中に突きしまくる。そうするとボールが遠くても全部一歩内で距離がすごく近いので変化が見えます。これ切れてる切れてないかで、体とボールが近いおかげでつっつきもミスしなくなるつっつきもミスしなくなりやすいです。真ん中ら辺に行けば、こっちも角度がつかないですね。こっちからだったら急な鋭角があるけど、真ん中だとやっぱ集められるとそうなんです。角度がつかないです。だから実は真ん中にいて真ん中につっつくっていうのは、つっつきが苦手な人やミスが多い人はこれ一つカットマンに泣き寝入りさせる。で余裕あったらさっき言ったシャークのちょっといたら浅くなったら、よく使うやつ、バック粒の人限定じゃないですけど、そこによく使うことになるんですけど、ナックルの緩いボールをバックに集めて、それもやっぱり切ったり切らなかったり変化が難しいから、そうですね、またその球を返球される球を安定させて打ちに行くっていうようなよく使います。はい、お願いします。じゃあナックル、じゃあまたサーブまた適当で、はい、わかりました。ちょっと打てないなっていう、これ切れてない、いや切れないあれ、また浅くっていう感じですよね。これカットマン切れないな、ああいうのやっぱりかけてつっつきやったりするともう球がいろいろになっちゃうんで、それはやっぱ怖いなっていうか。そうですね、いやいる、カット打ちにうまい人みんなそれ私もよく使いますで、あとですね、カットマンに効くのは、あとは超ループドライブをフォア側かミドル側にやる、これ結構カットマン嫌がってくれます、バックに超ループは結構強いです。粒は結構回転系に強いんで、カットマンたちループドライブ効果的だよってよく言うんですけど、それはコース的には真ん中かフォア側に狙ってもらうっていうのがいいですね。でこれがもう遅く、高くが最強です。じゃあやってみましょう。あんまり前に飛ばしすぎないようにっていう。そういうことですね。はい。私の得意なやつなんですけど。はい。じゃあさっきまたバックやってから、はい。で速いループしちゃうと、こうやって速いのやっちゃうと、今みたいに深くが送られちゃうんで、今のじゃなくて、もう本当これが一番今みたいに浅く高く浮いてきました。これが一番いいです。しっかり体入れて下から上に思いっきりでも自分の時間もすごくできるので、返されても余裕で待てます。なので次が浅く高く、ちょっとこの真ん中にも狙って浅く高く、次スマッシュですね。ゴールはこれです。そうですね。あとは出るか出ないかちょっと出るぐらいのサーブを出して、また変化させないようにしてまた思いっきり狙いに行くっていうのは割とやります。面白いそれ。ちょっとやって出るか出ないか。そうですね。確かにそう。出るか出ないか。全然考えてなかった。出るか出ないか。こうやってバーンって出すと普通に割といい、上手くなってくると割といいカットみたいにちょっと短めにやるとやっぱりごめんなさい、ちょっと短めにします。こういくとカツってこられるんでやっぱ打てないんですよね、私。なので一応ちゃんと長いサーブが出せてるっていう状況で、あれはあれで OK です。やばい、確かにやりづれえ。絶妙に切れない。でも確かに力伝えられねえよ。ここら辺にサーブを出すと力伝えられねえ。基本的にやっぱ長いサーブを警戒して待ってる人が多かったり、短いのをしっかり前に出る人が多いんで、こう
ふって入れてくる人が多いから、まあここら辺はカットしてる時とかになんか結構口ずさむんですよ、いけるいけないってこう口ずさみながらやる。こう分かりやすく言うとこれ打てない、基本的に難しかったら打てないです。打てない打てない打てない、打てる。だからそういう心の中もしくは自分でちょっと口ずさんで、これ低い、打てない打てない打てない打てる、嘘死んだ。あれはもう殴られるやつです。打てない打てない打てる、すいませんすいません、はい、これ打てる打てない言いながら、基本は打てない時はつっつきで入れるだけ。打てない打てない打てない、ダメだ、打てる打てるっていう感じですね。こうすると結構むちゃ打ちが、最初は知らないでやると、やっぱ知らないっていうか何も口ずさまないでやると、もういきなりいってミスする方も多いんで、こういうやっぱカットマンも嫌ですよね。そうですね、まあ、しっかり判断されて狙いすまされてる、その球出しちゃいけないって思っちゃうから、そうですね、プレッシャーかかっちゃいます、プレッシャーかかりますね。しかもミスもなくなるんで、カットマンからすると打ってこない、で的確な時だけスマッシュしてくれる。そうですね、もしくはドライブしてくれるっていうのは嫌ですね。どうですか、シャーク。あとストレート攻撃を多用するっていうところ、まあ距離の短いところを狙っていこうぜっていうところ、これは結構ちょっとリスク高いんで、やっぱり相手が本当に粘るとか強い人にはでもクロスばっか攻めちゃうと、やっぱりいいカットが返ってきちゃうんで、一番いいですよね。そうですね、一番そこはまあ最初の方にやってもらってもいいのかなって、ラブオールとかラブオール2オールとか、そこら辺でまず入れとくだけでも相手のカットの威力を弱めることができるんで、まあ、ちょっとうわー、それでやっぱ怖い。この短い距離をカットするの結構難しいんで、はい、私的におすすめなのがつっつきを切らないで送ると効きやすいです。全体的にですね、カットマンの、まあ、特につぶたか側の方なんですけど、しっかりつっつきたいつっつき切っちゃうと、粒もクッと低く鋭くきたりとかしやすいんですけど、逆に切らない、ただ合わせるつっつきで返すのが一番カットマン、それ次打ちやすかったりします。ちょっとやってみます、やってもらっていいですか。はい、つっつきカットマンとつっつき対決するとやっぱ切っちゃいがちなので、こうやって切っちゃうと切れたまあ切ると相手も結構行きやすい、こういう行きやすいので回転部隊になっちゃうので、まあ相手のテリトリーになっちゃうんですけど、まあやっぱつっつき合いで勝てないので逆に切らない方がいいです。乗っけるだけそうすると今シャークの粒が浮いてくるようになりました。そうですね、なのでこれ変化つけるのがそうですね、なのでこれ打てるんですよ、普段よりも打ちやすい。だからきつく切らないで、あとはリスは深めに送った方が打ちやすいです。ボール入っちゃった。はい。つっつきのはまああとちょっと深めにそーっと優しく送るだけ。だからもう本当に入れるだけでいいんですけど、切らなくてもいい。ただバック深くにやっぱ浮きますね、シャープのカットが。やっぱ切っちゃうとこれリック返すんで、これそうですね、ちょっとやっぱ打つのちょっと力いるんですけど、はい。だから切ってダメな人乗っけて、そうするとやっぱコントロールちょっと難しいですよ、粒の人はもう泣いちゃうぐらいのカットマンが来た時レシーブどうやってます？でももう本当ちょっとつながっちゃうんですけど、自分バックに全然いいです送ることが多いですね。そのつっつきとか、なんかもうドライブギュッてかけたりしなきゃとかっていう感覚じゃなくて、まず一本ゆるくバックに送るっていうのはよくやってます。逆に厳しくグッっていうよりかはってことですね。そうですね。まあ厳しくやろうと思うと相手のサーブ分かんないこと多いから。そうです。いやカットマンの結構バックサーブとかを結構怖いじゃないですか。怖いですね。あれ横が強いやつだから分かりづらいです。浮いたりとかしやすいです。ちょっと浮いてもいいんで、まあ相手がもう思いっきりバコンって打てないぐらいに抑えた程度で送ってあげるっていうのはまあ手堅いかなって感じですね。ちょっとじゃあやめてくれって感じです。いや確かにこれ切れないわこれ。
切れないっていう感じで、まあここに結構ロングサーブっていうか、まあ長いサーブも来ますし、もちろんすごい下だなと思ったらこう、もうそれを切り返したりはしないです。なるほど、切ったりはしないんだ。もう普通にふわーっとこう。いやでも確かに次打ちやすいっすよね。それはそうですね。こっちはこれをちょっと強いこう切っちゃったりすると、ちょっとピョンって跳ねたりする。積み高の変化がね。そうですね。これだと。どっちかっていうと基本ゆるキャラみたいな。いやそうするとわざと待って打ってます。ボールをこう落としてっていうか、そうですね。わざと落とし引き込んで、なんかカットマンってその待ってる方向がなんとなく、なんですかね、引きつけた方が、引きつけてからクロスとか引きつけてからストレートとか打った方がカットマン待たれない。迷いが。最初どかどか行って結構1ゲーム私も落とした時あって、で逆にゆっくり引きつけて、でクロス引きつけてからストレート。私もちょっとグリップ巻いて、ちょっと巻き系のドライブしてるってのはあるんで、こういう巻き系だと本当分かんないです。こういう打ち方すると、ちょっとやってみる。こう厳しくやってもダメな時は結構待ってカット打ちするとこうやって今みたいに全然やっぱ待ってからストレート待ってからするとカットマンがこうなるんですよね。いきなりドカーンっていくとやっぱミスも増えるし相手も待ちやすいんですけど、反射的に待ちやすいんですけど、一回待ってこうやるとか、これが私のかなりカット打ちがグッチーのドライブ遅いけどコースわかんないってよく言われるんですけど、動き出しのタイミングが難しいですねこれ。そうなんですよ。こうやって多分ちょっとラケットを巻いてるっていうのも影響、ボールの少し芯ずらしたところで捉えてるっていうのもあるんですけど、これはかなり効いてくれますね実際のところ。パワーないけど少し待ってからドライブ。いやでもかなり遅れます。やっぱ遅れてますよね。フォアをケアしなきゃと思って。こうやって速さなくても逆に待つと抜けるっていう力なくても逆に待って抜ける。カットしづらいですね。そうなんですよね。これやりづらがられてくれます。なのでカット打ちで抜けない時はミス増える時はやっぱ逆に待って打つとこうやって一回待ってしっかり引きつけてからどっちにしようかなみたいな、それぐらいでやると相手の方はなんか突っ込んでこないんで、やっぱりなるべくこうサイドに厳しいボールというか、サイド切りっていうのをできるときはやろうかなっていう感じですね。お願いします。お願いします。なるほど、コースっていうことですね。やっぱ結構条件が出てくる。そうですね。ちょっと一回真ん中にもらっていいですか。真ん中ですね。これをサイド切るのって結構難しいんで、できてましたけど、これがすごく難しいので、サイドに来た時に、じゃあちょっと一発目こっちで、こういった時にフォアサイドを切る。こっち来た時にこっち切るだけでもやっぱりすごく変わってくる。よりこうなってくれるんで、これだけで抜ける人ももちろんいますし、やっぱりこう上になってくると返してくるんですけど、でもその後に空いてるからねやるっていうので、これはでかいね。確かに真ん中体の付近を狙うっていうのを最初やりましたけれども、近くと遠くをやっぱりすごく使うっていうところはすごく意識した方がいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうので、カットマンに効く戦術っていうのを何個挙げたか分かんないですけど何個挙げたか分かんないですけれど、ただ結構自分も言うのはあれですけどいい中身になったんじゃないかな。いい中身になったんで、逆にカットマンの人はこの戦術を見て、こういうふうにやれば弱点を克服できる可能性が高いものがいっぱい詰まってるっていうものなので、そこを熱心にやってもらえればいいのかな。カット打ちが上手い人だったら必ずそのやり方でほとんどの人がやってくると思います。そうですね。ここら辺をしっかり守ってる人が多いですよね。カット打ちうまい、カット打ちキラー、カットキラーって言われる人は多分今日のやった内容が結構入ってるので、そこをなんとかいっぱい多球とかでも一球練習でもいいのでいっぱい練習してもらえたらと思います。っていうのでドライブマンでもありカットマンにもためになるものっていうので、やらさせてもらいました。チャー君ありがとうございました。ということでぜひ皆さんも
カット打ち上手になってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。ありがとうございました。